どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は iPhone 16 Pro ですね、デザートチタニウム開封レビューということで、いろいろ数日ですか、1日ぐらいなんですけど、試してみたので、16との違いみたいなところもね、使ってみて分かりました。そこら辺もいろいろね、見ていけたらと思います。これからも iPhone 16とか AirPods とかですね、いろいろレビューしていこうと思いますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録お願いいたします。はい。ということで、まずはね、デザインですよね。から見ていきたいかなと思います。はい。ざっくりとね、こちらですね、デザートチタニウムでございます。思ったより少しね、淡いゴールドという形にはなるかな。で、カメラ部分はね、特に変わってないですよね。で、側面が、このね、エッジの、なんて言うんだろうな、光ってるところはかなりいいですね。で、今回、このカメラコントロールっていうところがね、ここついております。後ほどね、しっかり使うんですけども、こっちはね、今まで通りですかね、アクションボタンとかになってます。底面は今まで通り、USB-C、USB 3.0 のね、転送スピードになっておりますので、そこも、16とは違うかなと。やっぱりこの持った時のラグジュアリー感っていうのはね、すごい感じれるのかなと思います。で、画面についても、ちょっと明るくするか。やっぱりかなりベゼルが狭くなってる、はっきりした印象ですよね。で、全体的にやっぱ幅とか、高さですね。このiPhone、15なんですけど、こっちが。と比べると、やっぱ若干、サイズ感がね、少し高くなっておりまして、幅も若干、重さもね変わってるんですけど、もちろんっていうところはあります。なので15 Pro から持ってみると少しこう幅があるなっていうか、太っちょな感じはありますね、正直ね。で、重さは、僕はちょっと重く感じたんですけど、他の人に聞いたら、そこまで変わんないかなっていうところではあります。10g ちょっとかな、12g ぐらい、このプロモデルはね違うんですけども、いかがでしょうか。ぜひねコメントいただければと思います。このやっぱ質感はねめちゃめちゃいいですね。チタニウムもね15 Pro もいいんですけども、で今回やっぱこのカメラコントロールの部分が結構変わって、一番の目玉かなと思います。なんでここを押すと、カメラにこうすぐですねアクセスできるっていうのが、一番いい点かなと思います。はい、ただ若干やっぱ慣れは必要で、こうやって押し込むとこれ、何が出てんだ今で押し込んでもらうと、例えばこれは被写体深度かな、なんでボケ感の調整だったりとか、2回タップすると、いろんなねこの項目が見れるようになってます。ズームしたりとかできるので、もう一回タップするとこのズームの画面になります。で、こういう風にズームしていくっていう。で、今回5倍ズームも対応してますので、ちょっとでも難しいかなっていうところで、ここでシャッターを切るみたいなことができます。どうかな。はい、こういう感じでシャッター切ったりとか。で、基本的にやっぱ縦向きで使うのがどうなんだろうな、いいのかなっていうところはありますね。若干やっぱりね、指の位置が、こう持った時にもうちょっとこっちに欲しかったなっていうのは正直ありますね。こっち側に欲しかったな。でも多分縦で持った時に当たっちゃうから、上目に設定されるかなとは思いましたが、皆さんここら辺どうですかね。デザインは結構ね僕はいいかなと思いました。いやー結構ね、デザインはねいいと思うんですけども、今回、やっぱ保護フィルムですね。昨年特にね飛ばしちゃったので、割れたというかね、傷ついてしまったので、保護フィルムすごいおすすめなんですけども、今回、トーラスさんの提供で、今回おすすめの保護フィルムっていうのをね、2種類ですね紹介したいかなと思います。1個目が昨年も紹介したグラスゴーウルトラっていうやつですね。グラスゴーウルトラっていうタイプで、この下をこのハンドルですね、ハンドルを引っ張るだけでも簡単にこう貼れるっていうタイプ。これやっぱめちゃくちゃ良かったですと、これグラスゴーウルトラですね。あとグラスゴーエアですね。今回これ新しく登場したタイプで、こちらも上からはめ込むタイプで引っ張ると。でこっちが一応廉価版っていう形にはなります。今回なんでこのウルトラの方をですねちょっと貼っていきたいかなと思います。ウルトラでこっちがエアになります。でこれそれぞれねかなり付属品もですね、充実しておりまして、クリーンキットとかねめっちゃ充実してます。でもう1枚ねしっかり入ってますので、2枚分ずつでもう1枚ね入ってますので、失敗してもねそのままで、大丈夫かなっていうところ、はい、ほぼ失敗しないですけど、はい、でこちらねデザートチタニウムなんで、まずはこの画面をね拭いていくっていう感じになりますね。個人的にはやっぱりねこれがもう最初からハマってるっていうのがねいいですよ。もうかなりいいところ、ここら辺は一緒かな。
普段のね拭いてもらって、こちらで綺麗にします。そんなもんかな、やることで粘着ノンがあるので、本当はこれ電源は切ってもらった方がいいんですけど、よし、これでこんなもんでいってみるか。で一応粘着のねこのラベルとかもあるので、使ってもらってもいいかなと思います。手順としてはね、もうほんとこれをはめて引っ張るだけなんで、はい、いきます。じゃあはめます。はめて引っ張るだけです。よしと、はめて引っ張ります。さあどうでしょうか。であとは勝手にね自動的に吸着していきます。これで終わりじゃない？だって。よいしょと。さあどうでしょうか。ヘラがねついてるので、こういったヘラがねついてますので、これですごいね簡単に伸ばすことができますので、よいしょと。さあどうでしょうか。でもやっぱ楽だなこれ。めっちゃ綺麗だなやっぱめちゃくちゃ綺麗ですわ。ラウンドエッジね、やっぱこの触った感じがでもやっぱ綺麗だわ。触った感じがさ、全然滑らかですね。ほんとこれだけで終わってしまうので、このラウンドエッジ分かりますかね。ここまでねしっかり守られてて、でベゼルもね特に問題ないかな。ちょっとあれにしてみようか。明るめに。めっちゃ綺麗じゃないですかこんな感じでねすごい簡単にできてしまいますので、非常におすすめでございます。引っかかりがで、あとやっぱこの下側のフェイス ID のとことかね、引っかかりもねないですし、やっぱクオリティめちゃくちゃ高いんだよねいいめっちゃ綺麗だ。てか上の部分もねぴったり、見てもらって、あれだよね、貼ってるようには見えないエアーも貼ってみるか、せっかくだから。はい、縁はこんな感じでかなり細いのかなと思いますので、こんな薄いのに保護できるのすげえよな。でリムーバーで一応エアーも貼ってみますね。上からはめて引っ張るだけだと思うんですよね。本当に引っ張って、よいしょと。でスライドトゥザを押しながらこうか。すごい。吸着していってる。これでちょっと押しときたいね、ずっと。すごい。これでいいの？いい感じ。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗なんですけど。でちょっと気泡を取り除いて、でも超綺麗だいやもういいかもしれない。ちょっと綺麗じゃないか。なんか貼ってるかどうかわかんない。いいですね。こういう感じでですね、ベゼルは正直ねそんな目立たないと思うけど、わからなくないですか。綺麗こっちもねいい感じなので、よかったらチェックして、どっちもねいいですね。ただやっぱウルトラの方が簡単かもしれない。薄いねベゼル、すごいねという感じでございました。でもナチュラルチタニウムいいね。でこれでねケースで保護できると。完璧です。これで保護されました。めっちゃいいです。ぜひチェックしてみてください。品質ねめちゃめちゃいいので、価格に関してそんなにね変わんないかな。グラスゴーウルトラの方がガラスのその品質とかも高いので、個人的にはこのウルトラの方をねおすすめします。非常にねズボラ男子でも簡単に貼れますので。あとですね、ケースもね2つほど紹介したいと思うんですけども、以前紹介したオースタンドスピンっていうものとオースタンドスピンフュージョンですね。で今回これ16シリーズに全部対応してます。ちょっと見ていこうかなと思います。こちらがねオースタンドスピンになっております。装着した感じ、いいですね。ちょっと透けてねギリギリリンゴマークが見えないぐらいかな。今回ねこのスタンドの引き出しがここね爪が簡単になってるとのことでございます。こう改善されてるみたい。確かに取り出しやすいのかなっていうところで、一応あと米軍のミル規格対応しておりまして、なのでカメラ部分とか例えば出っ張りだったりとかちょっと画面よりね浮き出たりしているので、落としてもね非常に安心かなというか、堅牢な感じはね持ってありますね。でこの持った時の手に馴染む感じはねやっぱりいいですね。すごいね。ボタンもねすごい押しやすいですね。特にやっぱこのスタンド機能ですね、縦置きですごい安定して見ることができます。で角度調節もかなりねできて、めちゃくちゃ安定性あるんですよね。で横向きで特に注目、ここがね回るんですよね。回るので、こういった感じで横向きで、横向きの角度がね調節できるのも個人的に結構好きなポイントです。かなりね調節できます。ですごい個人的なね推しポイントとしては、ここがねリングにねなるんですよ。ここがゼンマイ構造っていう構造になってまして、横に曲がるんですね。でこのままリングとしてこう持てるっていうのが、これの操作感がね、この位置がね絶妙にいいんですよ。これ素晴らしいねいいので、リングとしてこうそのままね、スタンドとしてこう置いといて、でこのままリングとしてですね持っていけるっていうのが超気に入ってるポイントです。で手の馴染みもいいので、このままねほぼフラットな状態になります。でこのままマグセーフ充電とかこのまま充電できたりとかアクセサリー類も付けれますので、めちゃくちゃいいですね。これやっぱね手触りがいい。でカメラコントロールに関してもね
特に問題なくいい感じでねくぼみがあるので、問題なく使えますね。なんかねくぼみがねちょうどいい感じなんですよね。カラーもねいくつかなんかミルクティーとかもあるので、いや普通にかっこいいかなっていうところはあります。はい、下もしっかりとね守ってくれております。で今回この新型に当たるのがこちらのフュージョン、オースタンドスピンフュージョンになりますね。はい、こっちは高級感がありつつも、あとこのラインがあってねすごい手にフィット感というか馴染む形はありますね。米軍のミル規格対応してまして、堅牢な感じがすごいね。でも持った時のやっぱねなんだろうな、フィット感がいいんですよ。これどっちにも言えるんだけど、高級感がね、こっちの方が僕は好きかもしれないな。持った時のやっぱ質感がすごいいい。はい、こちらもスタンドがね、フラットになって縦置きだったり、横置きですね。このゼンマイ式になってるので、このやっぱリング機能がめちゃめちゃいいんだよね俺。これはめちゃくちゃいいです。でこちらも問題なくね、カメラコントロール使えますので、いい感じのくぼみがねあるんですよ。いいですね。はい、おーっていう感じでね。はい、ケースつけた方がね僕カメラコントロールやっぱ使いやすいなと思いました。これはぜひね買ってほしいですね。なんでこっちはもう少し高級感があってしっかり守りたいっていう方は、けど機能面もしっかりね欲しいっていう人はこのサンドスピンフュージョンの方がねおすすめかなと思いますので、気になる方はね概要欄からぜひねチェックしてみてください。とりあえずこれ使おうかなっていう感じで、また今回ねトーラスさんから 10% のクーポンねいただいておりますので、ぜひ気になった方は概要欄からねサイトとかも載ってますので、ぜひチェックしてみてください。保護フィルムだけでもねマジで貼った方がいいです。このケースもそうなんですけど、ケースめっちゃいいんですよねやっぱね。はい、で続きましてね性能についてですね、今回、A18 プロチップっていうものが入っております。で一応ベンチマーク、ギークベンチですかね、測ってみました。16プロかながですね、CPU ねシングルコアが3375でマルチコアが8274ということでございまして、十分すぎるね正直ね。はい、この 17.1 っていうのが、iPhone あれですね16 Pro で、15 Pro がだいたいシングルコアで2900ぐらい、そんな変わんないですね正直ね。14、13とか12ぐらいから変えたらすごい感じるのかなっていうところ、その機能の性能の違いね。はい、でマルチコアに関しては、そんなに変わんないかな。でもね1倍本当多分 20% ぐらいのね違いかなと思いますので、使っててもそんなに分かんない正直15プロと比べたら。はい、で一応アンツツベンチマークに関してはだいたい160万点ぐらいですので、もう十分すぎる性能かなと思います。はい、もう十分強いわ。で一応iPhone16 の方もですね測ってみました。 A18 チップですね今回入ってるんですけども、ベースは同じなんですよ。で16プロが A18 プロチップなんですけど、3258で7935なんで、ほとんど正直ね変わんないかなっていう、何回か測ってみたんですけどそんなに変わんないです。使用感も正直そんなに分かんなかったので、違いはその性能差っていうのはそんなにないかなって思いますね。やっぱ基本的なベースのチップがね同じなので、カメラコントロールに関してもねさっき見てもらったと思うんですけども、設定の中にね項目がありまして、このカメラっていうところかな、設定のカメラっていうところに、カメラコントロールとあとフォトグラフスタイルっていうのがね新しく入ってまして、カメラを起動シングルとかダブルクリックにするみたいなことができます。なんで2回押すと起動するみたいな感じにできます。例えばねシングルクリックで誤動作しそうだなっていう時はとか、一応カメラとあとコードスキャナー QR コードかで起動するみたいなと、拡大鏡とか何もしないみたいなこともあるんでできるんですけども、ただこれぐらいしか今のところは割り当てれないかな。これアプリがね開けたらすごい良かったなと思ったんですけど、アクションボタンの位置がねちょっと微妙なんでっていうのはあります。はい、であと個人的に結構いいなと思ったこのフォトグラフスタイルですね。でこの撮影したお気に入りの写真を4枚選んで好みの色味というかね設定しておくことができます。で例えばこれ開始してみると、何でもいいんですけど、なんか適当に好みの写真をね4枚ぐらい選んで、例えばなんですけど、なんか色味をねアンバーとか標準アンバーゴールドみたいなね、ローズゴールドで微妙に変えるんですよ。自分のこのぐらいがいいなみたいな感じにして続けると。これカメラ上でもできるんですけど、こういう色味を設定しておけるのはすごいいいかなと思いました。でちょっとニュートラルっぽい感じに、してこれ保存するじゃないですか。でそうしたらもうこれカメラ上で
例えば、カメラボタン起動するとさっきのね色味になってるんですよ。なんでもうこのままなんていうの撮影できるっていうか、このままの色味で、はい、撮影できます。なんでこのカメラの右上の方で、タップしてすぐ変えるっていうこともできますね。今回なんで1倍、2倍、5倍っていう形で、綺麗に撮れるかな。5倍ズームが入りましたね、この、16 Pro に関しては。ただ若干ノイズがね目立つ感じはある。なんかもう OS のせいなのかよくわかんないんですけど、カメラはでもめっちゃ綺麗ですね、正直。はい、超綺麗、超綺麗いやーめちゃめちゃ綺麗だね。はい、あとスローモーションがね、ビデオ撮影は、120フレームが対応してます。 4K の中でも120フレームが対応してますかね。他は多分ねほぼ同じだったかなっていうところでございます。はい、あとは何かあったかな、カメラか。で今回カメラ性能に関してなんですけども、さっき見ていただいた通りですね、5倍ズームっていうのがね増えてます。なんで、1倍2倍3倍だったんですけど15 Pro は。なので結構ズームして撮ることがね可能になっておりますので、ただ若干やっぱね暗い環境だと微妙に今ここ暗いんです。はい、で 0.5 倍が、4800万画素になってるので、かなりこの暗い場所でもね綺麗に撮れるっていうのは撮ってみた印象でありました。はい、綺麗だよね。はい、綺麗に撮れるんですけど、ちょっと写真見ようかな。で例えばねこれさっきカフェで撮った写真なんですが、割とねいい感じに撮れてる気がするな。24mm かなこれ。で 24mm のこれ標準カメラで撮ってます。で、これが2倍ですかね。2倍でこのぐらい寄れますね。普通に綺麗だね正直ね。そうでここで結構変えれるのもね、ここで変えれるのも結構いいところですね。でこれが5倍、5倍になるとかなりね寄れます。でこれ同じとこから撮ってます。ちなみに同じ画角から撮って、このぐらい変わるので、すごいこれはいいな。5倍がちょうど個人的にもいいかなっていう気はしました。はい、これもなんで5倍かな。はい、5倍望遠でだいたい、カメラに換算すると 120mm になります。割と遠目ですかね。遠目で撮れる。同じ画角から撮って。はい、でこれが、1048メガピクセルの超広角カメラかなになってるはず。解像度がすごい綺麗な気はするけど、あんまやっぱ目で見ても分かんないですね正直ね。でポートレートモードねやっぱり綺麗に撮れますねめっちゃ。これ標準カメラかな。でも12メガピクセルになってるな。はい、ポートレートだと多分2400万画素では撮れないっぽい。標準で一応マクロもね撮ってみました。綺麗マクロも綺麗になったらしいんだけど、あんま分かんないな正直な。で特に思ったのはこの暗闇のとこのねちょっと汚くて申し訳ないんだけど、これね結構暗い環境で撮ったんですけどめっちゃ綺麗に撮れてる気がする。すごいね表現が布団のギュイーンみたいなとことか、はい、これ今撮影のとね部屋なんですけど汚れてますけど結構暗闇の状況で撮ったんですけどノイズもね少なくて暗闇結構綺麗だなと思いましたね。ちょっとびっくりしたぐらい。はい、ただこの反射防止のコーティングみたいなの入ったってね、なってたんですが、一応15 Pro と比べてみたんですけどあんまり変わんなかったですね正直。若干マシになったかなぐらい、詳細はまたねレビューしようと思いますけど比べるのはねそうなんですよ。やっぱフレアはねどうしても光を取ると入っちゃうっていうのはありましたかな。そんなもんかな。5倍望遠こんな感じ。暗闇だと若干ねやっぱりノイズが目立つかなっていうところはあるんですけど、これとかめっちゃ綺麗に撮れてますね。5倍望遠でポートレートかな。これポートレートは撮れます5倍で。動画で5倍はいけるんですけどシネマティックは2倍までになって2倍までしかいけないのと 4K のあとね 120fps も、多分ダメですね。120も2倍までなので、スローモーションみたいなので撮れるんですけどそれは多分ダメです。綺麗だねやっぱね撮ったやつで。動画も撮ってみましたのでチェックしてみてください。こちら、iPhone 16 Pro で撮ってます。1倍2倍5倍までいきますね。おお、ただなんかねこうガビガビって、ただ近寄るとやっぱりこのマクロモードになるみたいなのはあれなんなかった今はい。で 0.5 倍が割と画質が良くなってるのでいかがでしょうか。はい、マイクもねこちらで撮ってます。16 Pro のね、5倍ズームが結構いい感じかもしれないね。だいぶ寄れますね。はい、若干暗めの状況でやってるので微妙にガビガビってなる感じはあるね。はい、動画の画面からオーディオミックスっていうね新しい機能が入ってまして、これで標準の音とフレーム内の音にフォーカスするとか、スタジオっ
ぽい音質にするとかシネマティックにするとかいいけど、まあめちゃくちゃいいかって言われるとさすがにマイクとか使った方がいいんですけど、まあ簡単にこうなんていうのかな、例えば標準だと、はい、こちら、iPhone 16 Pro で撮ってます。1倍2倍、5倍までいけますね。で例えば、フレーム内の音、これちょっと周りのねちょっとエアコンとかあえてつけてみたんですけど、でこのなんか度合いもいけるのかな、調整できるみたい。これ再生されない。なんかねこういうのあるんだよねやっぱり。一回×にしてみて、なんか再生されないな、なんでだろう、なんかできないな音はね変わるんですけど、そこまでなんていうのか劇的に変わるってわけではないので、まああったら便利ぐらいの感じでいいかなって思いました。僕は、あくまで補助的な機能かなっていうところに留めておいた方がいいかなって思ったね。ただ技術的には結構面白いなっていう。一応この充電スピードに関しては、一応マグセーフと有線で検証してみたんですけど、なんか 45W 対応したんじゃ、高速充電ですね、対応したんじゃないかとか言われてたんですけど、測ってみた感じガセっぽかった多分変わってないですね。有線でこの場合21W ぐらいだったんですけども、基本的にはこうゆっくりと充電スピードを上げていくっていう感じで、おそらくそのバッテリーとかへの負荷を考慮してやってるんじゃないかなっていうところですね。なんで多分 27W かな、今まで通り最大有線だと USB-C で 27W っていうのは、おそらく変わってないと思います。マグセーフ充電で新しいやつですね使うと 25W 対応っていうね、ところはあったんですが、これも測ってみたんだけど、なんか 25W がずっと出るというよりはやっぱりこう最適化されてゆっくりっていう感じなので、有線の方がどうしてもやっぱ早いかなっていうのは、どうしてもやっぱ発熱の問題とか、状況とかね、そのデバイスのやっぱ発熱があるかどうかによって、割と変わってたんで、これはかなりに気を使ってんだなって思いましたね。ワット数もやっぱすぐ充電した直後は本当 10W とかでゆっくりこう充電していって徐々にこう上がっていくみたいな感じだったので、過度に期待しなくてはいいかなっていうあくまでちょっと早くなったぐらいかなっていう感じですかね。今のところはもう少しちょっとレビュー1週間2週間1ヶ月とか使ってみてね、ここら辺は判断したいかなと思いますので、はい、ということで皆さんいかがですかね。 iPhone16 Pro、デザインとかすごいねめちゃめちゃいいんですけども、手堅いすごい進化をしてるなっていう印象でしたね。はい、ということで、まとめると、iPhone16 Pro、実際使ってみて16とじゃあ何が違ったのかっていうところで言うと、月並みだけどねこれね、結局カメラとか動画性能は基本的には一緒なんですけど、16 Pro の方がやっぱちょっと綺麗だなっていうのは思いました。で特にやっぱ望遠性能はね5倍ズームができるようになったので、一応比べてはみたんですけど、若干やっぱポートレートとかの精度とか高いのかなと思いましたね。やっぱこのライダーセンサーとか、ついてるのもあって、だったりとか、本体のやっぱこの高級感とかねに関してはやっぱり全然、16 Pro の方がねラグジュアリーだなっていう、こういうギラついてるわけじゃないけど、ちょうどいい程よい高級感っていうんですかね。特にデザートチタニウムで、重さに関してもだいたい 30g ぐらいあるんで、16に関してはすごい軽く感じます。で16 Pro も、もしかしたら今のね使ってるモデルによっては、割とそんなに重く感じないなっていう方が多かったので、いろいろ持ってもらったんですけど、個人的にはちょっと重いなとは思ったんですが、慣れかなっていう、慣れの範囲かなっていうところ、あとは画面のこの滑らかさとかに関してはねやっぱり違うかなっていうところは感じました。120Hz っていう、1秒間に120回ここ書き換わってるね、ディスプレイではあるので、ただ、変わらないっていうかね、一緒かなっていう点はもう逆にやっぱいろいろあって、で今回特にやっぱ性能面に関しては A18 チップでベースは同じなので A18 Pro なんですけども、やっぱり数値的にも使ってみたところもそんなに変わんないかなっていう、正直ね、一緒ですねは分かんないっていうのと、あと画面の明るさとかね見やすさとかに関しても、特に変わんないかなっていうね。リフレッシュレートの違いはあるんですけども 60Hz は 60Hz 別に慣れるし、そんなに画面自体も大きくないのでそんなに個人的にはね感じないかなっていう、ここ結構ね個人差あるんですけど、はい、なんで実際見てほしいかな、プロとね、普通のモデルで。であとカメラコントロールとかに関しても全く一緒ですね。やっぱりね一緒なので、性能面は特にやっぱ変わんないなっていうのが個人的な印象でございました。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。16 Pro
16、もし今使ってる方いたらぜひね、感想とかコメントいただければなと思います。はい。で、また質問とかもあればぜひね、こちらもコメントいただければと思います。こういった検証してほしいとか、はい。ちょっとまだ1日しか使ってないんで、あれなんですけども、はい。で、また今回、トーラスさんの方からですね、紹介したケースとか、フィルム 10% オフのクーポンがですね、概要欄にございますので、気になる方はね、そちらもチェックしてもらえばなと思います。はい。ケースでやっぱめっちゃいいんで、ガラスフィルムだけはね、絶対貼ってください。だいたい5万円ぐらいかかりますんでね、修理代が。アップルで無印の iPhone16 の方とか Apple Watch とか AirPods 4もね今ありますのでレビューしますので、気になる方はぜひねチャンネル登録と通知ベルを押してもらうとね、届きやすいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。やっぱでもいいなケースまあどうなんだろうな。カメラとかオーディオミックスは面白いかなっていう感じかな。カメラコントロールはちょっと慣れが必要だな。けど過度な期待するとちょっとって難しい。なんでそうだね、意外とフォトグラフだっけ、色味変えれるとかの方がいいですね。こうやっぱ画面上でこう変えれるっていうのは個人的には結構いいかもしれない。あと被写体深度とかね、ボケ感、あとはなんかタップした方が早いような気がするんですけど、慣れの問題かな。難しいね。もうちょっとレビューしてね、ここは結論出したい。まだね数日なんでね、